ちょっと例のものを取りに来たんですが、カッパムズのマンプリットって言ってね、人は何やでも命が大事。子供たちに、カッパという言葉を忘れさせない。そして自分の命をかけても、ほら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 。どうもオカルト珍奇行の時間がやってまいりました。今回第1回目ということで、どういうチャンネルかというと、なんか世界中のなんか不思議なものとか、なんかちょっとおかしなとことかね、なんか旅行雑誌に載ってないようなちょっとオカルトのスポットを回っていくチャンネルになります。で基本的には、現地に行ってこの空気を感じて、いろんなものを見るっていうチャンネルかな。なので、みんな優しい気持ちで見守ってください。ということで、第1回目今日はどこにしようかなと思ったんですけど、旅に行くにつれて必要なアイテムっていうのがありまして、それをちょっとゲットしようかと岩手県の遠野に来てます。ということで、何がゲットできる？ちょうどそんなところにちらっといたな。かりんちゃんっていうんですね。かりんちゃん、どうもどうもどうも、かりんちゃん、どうもどうも。今捕獲しに行きますからね。ということで、今からここでカッパ捕獲許可証なるものをちゃんと取って、今のかりんちゃんを捕獲しようかと思います。ということで、じゃあ早速行ってみます。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは。ではちょっと例のものを取りに来たんですが。はい、例のものですね。例のもの。はい、ありがとうございます。例のものを。じゃあ、カッパ捕獲許可証です。いただきます。ありがとうごいってらざいます。っしゃいませ。では、はい、行ってきます。はい、いらっしゃいませ。はい、どうも。さっきカッパ捕獲許可証をゲットしたので、早速カッパを釣りに行ってみようと思います。では、カッパがいると噂されるカッパ淵へ行ってみましょう。いや、いるでしょう。なんか遠野のカッパは、色がちょっと赤くて、それでなんか口が大きいみたいなのが特徴らしくて、なんかね、なんかカッパっていうとなんか緑みたいなイメージだけどね、そうなんですよね。ちょっと違う感じのカッパちゃんだから会いたいですよね。そうもうね、俺もね15年ぐらい前に1回釣りに来てるんだけど、その時はね釣れなかったんですよ。なんかね、水深がねこれぐらいしかなかったんで、そしたらね、いたら見えるなと思って、見事に釣れなかったっていうのがで、今回は意外と水深があるのでいるんではないかと思います。はい。で、今日は僕はこんなこともあろうかと、はい。スペシャルゲストを用意していたので。おお。は。あら、風格が
めっちゃある感じですね。こんにちは。どうも。館長です。どうも。はいはい。群馬さんです。はい、うんまんさん、どうも。どうもはじめまして、館長です。今日はよろしくお願いします。はい、どうもどうも。いいですね。雰囲気ありますね。どこなんですの？東京から。おお、はい東京どこらありがとうございます。東京の魔界から来ました。そう、じゃあ、群馬さそんはどういうことをやられてるんですか。今ここでね、まだこのカッパムズのマンブリットって言ってね、ちゃんとはい。カッパムズのマンブリットって言ってね、はい。カッパムズを守る人ね、はい。はだからカッパの話をしたり、い。うん。この辺の案内をしたりね、はい。それからカッパの話を次の時代に伝えていくための役目に守る人ということで、ここで殿でマンブリットっていうんだマグリよねットですね。その役をやってましたね。はいいいですね。それはもう群馬さんしかいらっしゃらないですか。マンブリット、ここのマンブリットは今俺一人だけどね。うん本業は百姓だからね、農家やりながら、ここに、カッパが出そうな人は来てカッパ釣りをする。カッパが出そうでいない時は全然百姓するとこやつ。そうですね。そうカッパはどういう時に出やすいんですか。カッパね、春、春。雪の時に長くなってきてね、子供たちが水遊びしたくなってくると出てくる。で、秋毛の葉が折れて、霜が降りなって寒くなってくると、ずっと山奥の竹壺の深いところさ、修行の家からに。だからそのぬい間、あったかい時が出る確率が高いに。なるほど。だからこの尊大が、今は二代目カッパおじさんと言われてるけども、初代のカッパおじさんってことはね、この銅の中の写真があるけども、この人がカッパ見た時っていうのは、ヨモギという草、よもぎ。あの草をかき分けて、いきなり面とか顔だね、いきなり顔出しちゃったとか言うから、ちょうどあそこの感じ。今ほら、柳の下のあたりの感じあれ、よもぎ入るでしょ。ああいうところかき分けて、顔出しちゃったっていう。それがとてもお金があったら殿でおっかないって言うけども、東京の後に怖かったやつ。怖かった。それを話を元の作ったのがこのカッパでね。だから背丈が60センチから70センチ、で顔が赤くてこれ口が大きくて、何もかもおっかなかったぞって言ってで本当にカッパだったら皿当たったかって聞いたのは、皿のようなにだけども水が溜まってるか溜まってないか分かんなかった。そこまでしか分かんない、このおじさんも。まあ突然出てきたらそうですよね。7つが8つ、子供の頃見たっていうからね。面白い。じゃあ早速、うんまんさんと一緒に釣りしますかね。活発しますかね。活発しますかね。はい。でこれ本物のシューズだから。はい。どれがいいですかね。これがいいか。はい、こっちで来て。はい。何気に僕釣り人なんで。ね。いける気がします。ここ、石の上。あ、ここ。そう。石の上。あ、じゃあ、今雨降ったから水溜まった。大丈夫です。水出すはねえのしね。大丈夫ですよ。こっち側だけ水出すはねえの。冷たいよ、水す。これでいきます。そこでこうやると、で、こっちとこっちこう向けてやると、これでいいかな。カッパ釣りはね、あんまり難しいことないから、一番大事なことは、カッパがいるって信じてやること。二つ目は、あとは釣れるまで辛抱すること。じゃあ何年もかかっちゃうんですね。そうやっぱり。俺22年かかってきた。22年。さすが。大ベテランですね。カッパがキュウリ好きなのはなんでですか。なんか僕聞いた話だと、なんか新潟かなんかのカッパの時に。ほら来た、ほら。カッパでねえぞ。葉っぱだが。葉っぱだじゃ。葉っぱじゃなかった。葉っぱだった。ありゃ。
ちょっとのつがいだがな。無理っと逆だ。若い時はこういうにまつがいしなかったが、そうですね。年取ったけんわかんなくなった、ね。わかります。俺も最近ローガンフリーマンなんで、見えないですね。惜しかったな。惜しかったですね。でなんかさっきの話の続きですけど、なんか新潟の方で、そのカッパがいきなり畑でキュウリをむしゃぶり食ってたらしいんですよね。でそこでその農家の人が見つけて捕まえて、で縛り上げて、でしたら「本当ごめんなさいごめんなさい」って言って、もう二度とキュウリは食べませんって言ってから、なんかキュウリが好きなんではないかって言われてるみたいですよ。これね、茨城県の牛久沼ってとこで牛久沼、日本三大カッパの一つ、沼カッパいるの。あそこの話だ、それね、今の話はね。そうなんですか。あそこに縛り松って言って、その時にね、カッパを縛った松の木があるでしょ。ありますね。だからね、あれも、ここのカッパも、この日はね、カッパの本人の部分に入っていくんだけども、あの時捕まったカッパさんも、お母さんが一人なんだよね。わずかキュウリ一本だけ盗んでも捕まって縛られたのに。なんで一本だけしかと根が立ってきてたば、俺は大人だから我慢できるが、子供があまりにもしもんじい思いさせたくなくて、キュウリ一本だけ取ったと勘弁してきろと言われて、そういう話なんですね。そう、だから親が子供のためだったら、縛られることあっても、その旅物を取ってやったんだっていう話なんだよね。そういう話なんですね。だから遠野でこのキュウリはね、これまっすぐなの使いながら釣りね、しがみついてのすみて折れてしまうけども、曲がったキュウリ、ああいうふうに曲がったキュウリで活発釣りをする。これはなぜかというと、カッパさんはあの世からこの世に来るときに乗り物なんだよ、キュウリはね。なんかお盆とかでお盆、そうでしょ。ですね。曹洞宗のお寺、ここ曹洞宗のお寺さんだから、と8月7日にはご先祖さん方があの世からこの世へ帰ってくる。来るときは一時でもいいから早く来いよ。で、馬なんですよ、キュウリは。キュウリに足と尻尾つけて、馬に乗って早く来いよ。行くときは8月16日、またあの世行かなきゃね。行くときはそんなの急いで行かなくていいんだから、ゆっくりと牛なんように、ナスにね、そして荷物いっぱいそってお土産も出せてやるから、ゆっくり行くよ。なんぼでも一緒に行きゃよという、その思いに。だから、キュウリ、曲がったキュウリで活発釣りをしてるというのに。だから普段は俺ちょっと曲がったキュウリ使ってんだけど、たまたま今キュウリまだ取れないから、これスーパーのキュウリだからね、これは釣れないよ。釣れないんだ。釣れない出ちゃった。今日坊主ですね。スーパーキュウリは釣れないから。スーパーキュウリ釣れないですね。あまりレタス見て釣れない。そっか。やっぱり。もうちょっと後ですもんね、キュウリね。美味しいのはね。だから遠野では、もうちょっとするともう、今ハウスもあるから、キュウリも出てくるからね。そうなってくると、カッパも出没が多くなるですね。カッパ釣りが盛んに。ここもね、ずっと橋のあたりまでいっぱい子供たちがね、いっぱいになって、いいですね。カッパ釣りされて。そうか。じゃあちょっと時期早かったな、まだ来る。そう言って、子供たちにカッパという言葉を忘れさせない。そして必ずカッパの話を、ものが分かるようになったら話を聞かせて、ものの大切さを教えるっていうのがいい輪なんです。素晴らしいです。そのためのカッパだね。遠野の三大昔話といって、カッパと座敷わらしとお白様。この3つを一生懸命伝えているのはそのためなんですよ。人は何やりも命が大事。この命を守るのが何だかったら何でもないんですよ。旅物なんですよ。
この旅物を誰が作るかって言ったら、お天道様とこの水と年寄りの知恵なんですよ。水の大切さ、水の怖さを教えているのがカッパさんを通して、だからカッパさんは川のわらびとかで、水の大切さ、水の怖さをカッパさんを通して教える。座敷わらしはお天道様の大切さを教えるんですよ。お天道様はただ寝たものは育たないということを教える。お白様っていうのは、親の大切さ、年寄りの大切さを教えるんですよね。そしてこの3つ、水とお天道様と年寄りの知恵で食べ物が作られているから、これ食べ物さえあれば生きていける。遠野というところは、本土で1年を争う寒さです。人が住むところに。標高250から300メートル。北上山地の中腹に盆地なんですよ。寒いとなったらとても寒い。だから、食べ物に困ってきたんですよ、ずーっと。そうなんだ。だから昔からもう食べ物をどうするかということを教えるのが、民話のふるさとでね、実は民話って単にの話と書くんですよ。そうですね。単にと呼ばれた人はどういう人かというと、字も読み書きできない、生活の貧しい人なんです。どんなに学問がなくても、どんなに生活が貧しくても、自分の子や孫が可愛いから、子や孫のためには、みんな一生懸命、年寄りたちは自分の命をかけても食べ物を作るために、いろいろ春になればこうやって、みんな山菜なんだよ、この川のある草中ね、みんな食べられる。こういうもんだって昔の年寄りが、自分が食ってみたんだよ。で、なんともねえのを、これは食えるっていう声孫に教えてきたね。秋になればキノコもその通り。年寄りが一人で食ってみて、なんともねえのだけを食わし。そうやって食べ物を覚悟してきたね。今の子は分かんないですもんね。そういう年寄りを大事にしてやんだぞって教えてるのが、この遠野の民話なんです。いいですね。だからそれをこのマーブレットという役で、私はここにいて、カッパさんを通して、水の大切さ、お天道様の大切さ、そして年寄りの大切さ、こういうものを一つ一つ下手で教えているわけ。だから子供たちにはもうキュウリで活発する。この楽しさを味わわせておいて、後で大人になって、ちゃんとものが分かったらまだ来いよ。本当はこうなんだよ。キュウリだってあの世とこの世の乗り物だよというのは今の子供の人たち分かんないから、もっと分かるようになってからかもしれない。それがね、大切な仕事ですね。まあね、それがね、今まで我々がご先祖さんたちが改めてマンブレットって言わなくても、それを家庭でちゃんとやってきたわけですよ、今までは。だから、じいさん、ばあさんがいて、父ちゃん、母ちゃん、外で働いて、そうすると孫とはみんなずっと年寄りがおましたわけ。だから年寄りたちの股に挟まっていろいろで気がぶれながら、そういう昔の話をしたり、いろいろな怖い話をしたり、言うこと聞かないとこお金どとかに、そうやって子供たちをおがして、だから言い方けど、今の子供たちはそういう教えてくれる人がいないから、自分が一番強いもんだと思ってる。そうなんだよってことを教える人がないけどね。だからここに俺こうしてキュウリで活発とするんだけども、このキュウリ竿を使える人は決まっているぞ。したら子供たちに兄弟仲良くして、父ちゃん母ちゃんの言うこと聞ける人、それ以外は使ってはダメだって勝たないよっていう。学校に行ったら友達と仲良くできて、先生の言うこと聞ける人、この2つ約束守れる人でいればそう勝たないよっていう、子供たちに。そういうこと今の家庭ではね、教えないから、そういう教える環境もないでしょ、ビズビズだよ。そうですね。それで、ここではね、そういう、こういう役をしながら、そういうことを伝えて、わかりました。だから怖い話でも、いろんな殿の前いるんだよ。お金話すってやつもね、あんだけど、それだってみんなほら、悪いことをしねば、
そういうお金みんなあんねえから、というふうに教えている。はい、ありがとうございます。すごい勉強になった。いやいやいい話を聞かさせてもらいましたよ、これは。ね。でもカッパは釣れなかったっていうことですけども、まあまあ、これはね、スーパーキュウリだからダメですもんね。そうそうそう。ちょっと時期を見て、もう一回曲がったキュウリでチャレンジに来ますね、今度は。まあ、大人だからね、わかるでしょ。はい、わかります。諦めの時が肝心だからね。そうなんですよ。もう今ですよね。このタイミングが。このタイミングが一番ですよね。OK です。はい。ということで今日はカッパ釣れませんでしたが、まあ時期がねちょっと悪かったんで、また改めて来てちょっと曲がったキュウリっていう情報が入ってきたので、それを餌に今度こそは釣ろうと思います。はい。ということで今日はありがとうございました。ではまた。はい、また。いやなんかやっぱああいうウンマンさんとか。こうね、現地の人にいろいろ話聞いてこう触れ合っていくと面白いよね、旅がね。そうだから知ってる情報よりもなんかねやっぱりこう伝わりきれてないものがあるから、ね、話を聞いてみないと分かんないところいっぱいあったし、すごいいい旅ですね。そう触れ合いかな。風強っ